皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は自民党総裁選についてです。現在のところ出るよもしくは出たいよと言っている人たちについての簡単なご説明と、そして現在の一押しは誰なのかを解説していきましょう。現在のところまず出たいよと言っている人たちの名前を列挙すると、菅総理は次期総裁、そしてもう一回総理をしたいという意向を示しています。ですから現在のところは菅総理がまず第一有力候補だと言われています。その対抗馬として考えられているのが岸田さん、そして下村さん、そして現在出たいよと言っていて、その支持票固めをしようとしているのが高市早苗さんです。その他石破さんや河野さんなどについても総裁選出るかな出ないかなといった話などはあるわけですが、現在のところ本人がさあ出るぞといった話はしていないので、今回では解説の外とします。そして現在のところこの出たいよと言っている人の中で一押しなのは高市早苗さんです。というわけで高市早苗さんの政策についてどのような点が良いか、そのあたりの解説をしていきましょう。まず皆さんにとって一番大事なのは生活がどうなるかという意味で、経済政策というのが関心が高いと思います。そして高市早苗さんの経済政策というのは基本的には積極財政というものを表明しています。これは現在の日本経済がデフレ下にあり、物の値段がどんどん安くなる。物の値段が安くなっていくと売り上げもしぼんでいくし、そしてみんなの給料についても同じくコストダウンにさらされてしまう。このような負の連鎖というものを打ち切らなければならないとして、いわゆるデフレ克服、積極財政をすることによってお金の巡りを良くしようという、そうした考え方です。現在のデフレ克服しなければならないというのは、それこそ安倍政権、菅政権について言っても基本的な路線としては同じなのですが、もっともっと積極的になるべきだというのが高市早苗さんの考え方です。こういう考え方をしている理由としては、どうしても積極財政というと、国債をどんどん発行することによって、日本政府の借金というものは増えてしまうじゃないか。そういった批判を意識して、ある程度財政健全化というものを考えなければならない。つまり国債発行についても抑制しなければならないというブレーキをかけることが現在はあっていませんよということを彼女は言っているわけです。確かに政府の借金がどんどんと増えていくことは決して良いことではありません。なぜならば借金は永遠無限大にすることはできないからです。ただし借金をしなければ状況が改善しないという状況があるわけです。それが今まさに起きているデフレ経済の進行です。ですから今やらなければならないのは、まず第一にデフレ経済を克服することであり、そのためにはこうした国債発行についてある程度目をつむってでも積極財政を推し進めていかなければならないという非常時の政策を取ろうとしているわけです。このあたりどれだけ肝が据わっているかが非常に大事で、デフレを克服しなければならないと言いつつも、どんどんと赤字を出していくとどうしても批判が集まってしまうから、お金を絞ってしまいたいなとどうしてもひよってしまうわけです。このようなことはしてはなりませんよと言っているのが高市早苗さんなわけで、この点について私は十分に国民的な支持を受けられる政策だと思います。マスコミはどうしてもこうした積極財政の話をすると、国民1人当たりの政府の借金がどんどんと増えてしまうじゃないかという批判ばかりにかまけてしまうわけですが、結局のところそれがみんながみんな貧乏になってしまうのであれば、全くそれは意味のない批判だと言えるでしょう。そして積極財政をするという話も結局のところいつかはやめますよということを前提にしているわけで、そのいつやめるかというのは決して今じゃないというのが大事なポイントなわけです。ちなみに現在の菅政権においてもこうしたデフレ経済克服というのは安倍政権から継承しているはずなわけですが、残念ながらお金を有効に使えているとは言えません。例えば現在の日本国内で一番大きな問題として取り上げられることの多い新型コロナ問題。この大きな問題に対しても予算をあてがいましたよとは言いつつも、残念ながらそれらについて全然消化できていないじゃないかといった指摘などもされています。これは看板倒れに終わっているということもありますし、十分にそのお金を活用するための法律的な支援が明らかに足りないことなども指摘されています。ですから腹をくくってお金を使うとなったら、それらについては一気呵成に使うことが重要なのです。さて次に安全保障の話をしましょう。安全保障について言っても高市早苗さんは安倍政権時代からの影響を強く受けていることを自認しており、そのため中国に対する危機感というのをあらわにしています。
ですから中国の推し進めている日本の技術者や研究者を引き抜く1000人計画に対しても現在の法体系では十分に守りきれないとして新しい法律をもって中国に対する備えを強化すべきだと訴えています。この点についても私は評価できると思います。次に皇室についての政策。皇室についてはそれこそ男系男子が途絶えてしまうかもしれないということを前提にして女性天皇や女系というものを認めようという人たちもいるわけですが、高市さんの場合は男系男子というものをまず守ることを第一にすべきだという観点から、旧宮家の男系男子の皇籍復帰やもしくは養子縁組を可能にする皇室典範の改正やもしくは憲法改正などについてもある程度言及しています。この点について言っても私と意見はほとんど同じで、女性天皇を認めるべきだといって話をしている人や女系を認めるべきだという意見とは全く一線を画しているという意味で、これは高い評価をするべきだと思います。以上簡単ではありますが、経済政策、外交政策、そして皇室の問題など様々な点について要所を抑えているという点で高市さんの政策というのは非常によくまとまっていて、私は現在名乗りを上げている人たちの中では一番お勧めすることができる人です。ただし党内の勢力図的にじゃあ高市さんが一気に有力候補にという話にはなっていないのが残念なところです。ただしそれはあくまでも自民党の中における内部事情に過ぎません。あくまでも政策面として誰が一番良いかといった話をするときには高市さんが一番良いというのが私の評価です。自民党内部においての国会議員票を一番集めるであろうと言われているのは現在の菅総理が総裁選に出馬した場合なのですが、しかしこれはあくまでも自民党の中の派閥勢力争いの結果に過ぎません。国民の意見としては今の菅政権に不満がある人がたくさんいることは明らかであり、そのような意見を取り入れてもっともっと変わっていかなければ菅政権の政策運営などについていても前に進めることは困難になるでしょう。国民の支持がなければ大胆な改革など全くうまくいかないからです。菅総理はそれこそ安倍政権からの継承としてスタートしたわけですが、だからといって劣化コピーであっては日本国民にとっては何の意味もありません。不幸なだけです。ですから劣化コピーであると言われるようなことがないように、それこそより良い政策というものをどんどんと取り込んでいって安倍政権よりも良かったねと言わせるようなことをしなければ菅総理は総理としての資格がないのです。自民党総裁選が行われるにあたって政策論議というものが行われるのであれば、それこそそうした政策論議に耐えうる国民の支持を集めるような政策へと転換していかなければ菅総理自身の政治家としての生命も終わりでしょうし、また日本の未来に至っても害悪でしかないことになってしまいます。それと最後に言い忘れましたが、今回の争点としてはほとんど上らないであろうなという点について私の持論を述べておきます。まず第一に私は中国の危機というものを念頭にして本格的な情報機関を作るべきであるし、また対スパイ法というそれ専門の法律というものを作って中国の脅威に対抗すべきだという話をしています。このあたりについて同じような意見を持っている国会議員がもっともっと出てくれればいいなと思っていますし、またNHK について言っても私は現在の NHK はもう分離解体、教育テレビについては国営化、総合チャンネルや衛星放送などについては民営化してしまえばいいのにという意見を持っています。またそれ以外の放送の話としては電波オークションの話などもなかなか前に進んでいない現状であり、そのあたりの話を推進するような議員たちももっともっと声を上げてほしいものです。以上が自民党総裁選、現在のところ出るぞもしくは出たいよと言っている人たちの中で一押しなのが高市早苗さんですよという解説でした。なおこの解説というのはそれこそ現時点での話であって、総裁選の時になればより細かい話などは聞けることでしょう。その時にどのような話をするか、各候補者の話ももっと細かく見ていこうと思います。そういった意味では全く頼りないなという前評判ばかりが先行している岸田さんがどのような具体的な政策を口にするか、そのあたりをもうちょっと見ていこうかなとは思います。そして高市早苗さんが私は一押しですという話をしたわけですが、国民世論的、例えばマスコミの行う世論調査などにおいては残念ながらその支持率というのは1割台です。しかしこれは国民の認知度がまだ低いよというだけであって、決して高市早苗さんの政策を支持する、政策を支持しないといった話ではないと思います。高市さんを積極的に推すよという人はぜひとも SNS 等で積極的
に発信して賛同者を増やすことを重点的に行うと良いでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わった方は評価ボタンや投げ銭機能をぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。